もかつ時間の記録 Vlog。 今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー145新 SD 戦国伝超機動大将軍編のキット武者ローズを作ります。1995年に発売されたキット。まずは素組みでの組み立てです。キットの開封から。定価500円の超機動大将軍編での第5弾のリリースキット。パーツの封入は2袋でした。パーツは白青の成型カラー。メッキパーツとポリキャップとシール、布シールが付属。変形ギミックは武者形態、そしてスーパーモード、マッハウィングフォームへのチェンジが可能です。しっかりとコミックワールドもついた説明書です。説明書の構成は8ページ。鉄騎武者鋼丸のパーツを組み替えての連動ギミックもあり、コミックワールドは投資で139のクレジットでした。各パーツを説明書に沿って組み立てていきます。まずはポリキャップを組み込みながら頭のパーツのジョイントです。パーツのはめ込みにはプラモデル用接着剤のミスターセメント流し込みタイプを使って丁寧に組んでいきます。今回はパーツカットは説明書に沿って全て薄刃ニッパーでカットをして準備をしていきました。目のシールはこの製作パートで貼り付けてしまいます。色分け設定のシールは結構なボリュームあるキットでした。シールでの色分け対応になっていた箇所は後ほど塗装で対応をします。次に胴体です。ボディはシールでの色分けが前提の青の成型カラーです。党派5人衆の一人でデザインベースはガンダムローズです。このキットに付属のメッキパーツは赤です。腕を組み立てます。ポリキャップが入って可動域のある腕の構成になっています。スタードワーカーワールドからやってきた異国の武者でガンダム軍団に助けられ武者の称号を授かります。SD ガンダム外伝シリーズをモチーフにしたナイト風の武者です。戦いは華麗に優雅に美しく、クールな性格ですが、いざとなれば頼りになる存在。そして脚部です。こちらは白の成型カラーパーツ。武者ジョンブルの隊に配属されてゴッドマルを追い、戦いの中でゴッドマルが悪人ではないと感じ、真実を確かめるためにガウンランドへと向かいました。ここからは武者形態を作る武装パーツです。キャリバーを組んでいきます。武者ローズの白黒の鎧は流れ着いたアークで破損した自分の鎧を武者の鎧に鍛え直したものです。バードヘッドも取り付く仕様になっています。ギアのついたパーツをはめ込む際には、開いた際の左右のバランスが取れるように取り付けの時の設定が重要です。異国の流派ギルドランス流により3形態に変化する聖剣ウィングキャリバーを使います。武器としてはローズサーベルも付属。必殺技はファイナルスラッシュ。そして兜を作りました。後ろの青パーツはスーパーモードで向きが変わるので接着してしまわないように要注意でした。武者形態ではアシンメトリーのデザイン。左の肩アーマーを作ります。これがスーパーモードでは背中に取り付くことになります。左の肩アーマーになっているのはウィングアーマーとシルクガーダー。装甲の表面をシルクで包み込んでいます。軽装形態を組み上げていきます。パーツをジョイントしていきます。組み立てに要した時間は約30分でした。頭部を接続して完成です。ローズサーベルと頭部パーツを取り付けて旅姿にすることができます。フロントビューからリアビューがこちら。こちらが軽装形態です。続いて武者形態を組んでいきます。左の肩アーマーにキャリバーを取り付けます。右肩にはバードヘッドを接続。兜をつけて完成です。フ
ロントビューからリアビューがこちら。パーツ乾燥してスーパーモードのマッハウィングフォームです。素組みで組んだパーツは一旦分解して次の塗装工程に向け下地をつけるべくミスタースーパークリア艶消しを塗布してマットな塗膜を作っておきます。ということで今回は SD ガンダム DB 戦士ナンバー145新 SD 戦国伝超機動大将軍編のシリーズから武者ローズ、まずは素組みで軽装形態、武装形態までを一旦作りました。次回パーツをペイントしていきます。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。